ZGMF202-5F ゲルグメナースと ZGMF202-7A ギャンシュトロームは劇場版機動戦士ガンダムシードフリーダムに登場した機体です。ザフトの次世代量産機プロジェクトであるニューミレニアムシリーズの系譜として開発された機体で、コンパスには試験的に供給されていました。活躍シーンは限られるものの、非常に高い戦果を残した機体たちでもあります。今回はそんなゲルグメナースとギャンシュトロームについて解説させていただきます。第一次連合プラント大戦末期頃、ザフト軍ではニュートロンジャマーキャンセラーを採用した核エンジン搭載の量産型モビルスーツが開発が進められていました。しかし終戦とともに締結されたユニウス条約によって核の使用が禁止されたことから、核動力を搭載したモビルスーツの開発は表向きには不可能になります。さらにモビルスーツの保有数も制限されたため、量産機の開発計画は方向転換を余儀なくされ、以後はバッテリー駆動かつ短期で多用途性を補えるモビルスーツがコンセプトに据えられました。こうして次世代の量産機プロジェクトとしてニューミレニアムシリーズの開発は進められ、最終的にコンペティションにかけられた機体が ZGMF1OOO ザクウォーリアと ZGMFX2OO グフイグナイテッドとなります。ザクウォーリアはウィザードシステムというバックパック乾燥機構が提案され、グフイグナイテッドは多様な機能を搭載した種子を乾燥するという機構が提案されていましたが、運用性や拡張性の観点からザクが正式量産機として採用されます。なお、グフイグナイテッドの種子を乾燥した機体はシードデスティニーでは登場しませんでしたが、モビルスーツバリエーションシリーズでは脚部を乾燥したグフクラッシャー界などが登場しています。その後グフイグナイテッドの活躍が認められたことで、正式モデルの量産型も開発されました。こうしてコズミックイラ73年の第2次連合プラント大戦にて目覚ましい活躍を見せた2機は、コズミックイラ75年にはザクとグフそれぞれの後継機が開発されます。それがゲルグメナースとギャンシュトロームです。特徴として両機ともボレロと呼ばれるウィザードシステムの上位互換の新型のバックパックシステムが採用されています。ウィザードシステムのバックパックを乾燥するだけで様々な特性を獲得できる運用性の高さが評価されたということがわかります。ボレロには宇宙用である S と大気圏用の A が存在していますが、コスト削減のために S と A で一部の部品や製造工程が共通化されているため似た形状をしています。まずボレロ S は内部に宇宙用推進剤タンクと強化された冷却機構が搭載されています。一方でボレロ A は揚力などの空力特性を考慮した構造が採用されていて、飛行速度を重視したエンジンが多数搭載されています。また S 型と A 型それぞれの共通装備としてペレグリヌス6連装近距離誘導弾発射塔が用意されています。なおザクウォーリアザクファントム用のウィザードも装備することが可能です。さらに両機は脚部にオプション装備としてバリュートを装備できるようになっています。劇中では冒頭のオルドリン地区へ向かう際に使用していました。なおボレロは生産と運用のコスト削減が図られたオプションパックですが、こうした兵器に対するコスト削減の流れは同じくコンパスの正式採用機であるライジングフリーダムやイモータルジャスティスにも見られます。理由としてはコズミックイラの世界は2回も大きな戦争を行ったことで人口的にも経済的にも疲弊してしまったことが挙げられます。そのため復興や発展にお金を回すために軍事費は圧縮される傾向にあり、そうした世界情勢からローコストで生産展開できるモビルスーツが求められていました。そのためそんな情勢の中で開発されたゲルグメナースとギャンシュトロームは新型機ですが、コックピットはザクウォーリアのものが流用されています。ゲルグメナースについてはまずザクウォーリアの後継機として開発された機体ということでゲルグの名を冠していますが、ザクやジンの面影を感じられるデザインをしています。劇中では赤く塗装されたルナマリア機と青とグレーを基調に塗装された一般機が登場しました。武装としてはまずビームライフル、そしていわゆるビームナギナタであるマグヌス・グラディウス特山装を持ちます。ちなみにマグヌス・グラディウスは英語だとビームハルバードなので名称的にはナギナタではないようです。そしてレフルジェンスビームシールドを持ちます。ビームシールドは折りたたみ式で穴の開いた実体盾に見えますが、
展開することでビームバリアが発生するようになっています。なお、展開時には中心部にあるダイヤ型のマークが発光するようになっています。また、ルナマリア専用の武装もいくつか劇中では登場しました。まず強化ビームライフルです。精密狙撃にも対応したロングレンジのビームライフルで、劇中では核ミサイルの一つを見事に撃ち落としていました。次にバックパック左側に装備されたインフェルヌス電磁砲です。ボレロ S 型と A 型両方で搭載されている兵装で、実弾兵装のリニアガンとなっています。そして最終決戦では他のコンパス機と同様に姿勢35式回レールガンが用意されました。ゲルヌヌメナースの武装は基本的にザフト製ですが、名称からレールガンだけは名前からオーブ製のものだと思われます。オーブに寄港していた際にビームを無効化するフェムテク装甲対策の武装としてモルゲンレーテ社から搬入されたと考えられそうです。コンパスのモビルスーツが使用する武装はフリーダムとジャスティスも含め基本的にザフトで製造されたものなので、オーブ製の武装を装備するのは非常に珍しい光景となっています。なお、ガンプラに付属されているこちらのレールガンは非常にサイズが大きく、映画のワンシーンを再現しようとすると144分の1スケールの機体に持たせるよりも100分の1スケールの機体に持たせた方がちょうどいいという意見も見られます。ゲルヌヌメナースのルナマリア機は劇中の冒頭からオルドリン地区への軍事介入のため大和隊として出撃しました。そして真のイモータルジャスティスとともにシールドを用いてブルーコスモスの攻撃から市民を守っています。ファウンデーション王国と共同で行われたミケールの捕獲作戦ではルナマリア機のみミレニアムで待機していました。しかしファウンデーション側がキラへの精神攻撃を行うとともに NJ ラズラーによる強力な電磁干渉が行われ、前線のヤマト隊やアークエンジェルと連絡が取れなくなります。そして危機的状況だと悟った近衛艦長の判断によりルナマリア機は狙撃用ライフルを装備し、有線通信用のケーブルをつないで緊急発進。ファウンデーションへ向け発射された核ミサイルに対しルナマリアは見事な精密射撃で1発目の核ミサイルを撃ち落としますが、2発目のミサイルは進路を変更。なんとか2発目も撃ち落とそうとしますが、飛行している不安定な状態ではうまく撃ち落とすことができず、湖へ落下して核爆発をやり過ごしました。そのため序盤のコンパス機としては数少ない残存機であり、最終決戦にも参加しています。しかし最終決戦ではルナマリアがインパルススペック2に乗り換えたため、代わりにヒルダハーケンが登場しています。そしてデスティニーやインパルスとともにミレニアムの護衛につき、ブラックナイトスコードルドラ4機を相手に交戦しました。スペックでは圧倒的にブラックナイトスコードが上でしたが、真の心の闇の深さとデスティニーの独立起動する分身で翻弄されたところを突き、ガーネット機に切りかかり撃破しています。そしてガーネットが撃破されたことで他のブラックナイトスコードも錯乱し、その隙に3機ともデスティニーの手によって破壊されました。なお一般機に関してはヘルベルト・トマーズがファウンデーションとの合同作戦で登場し、アークエンジェルの護衛についています。しかし実弾装備がバックパックのミサイルしかなかったことから、フェムテク装甲には歯が立たず2機とも撃墜されてしまいました。ギャンシュトロームに関しては映画内では指揮の感想をしていませんが、グフイグナイテッドの後継機ということから、今後モビルスーツバリエーションで指揮を完走したギャンシュトロームが出てくる可能性がありそうです。作中では白を基調にしたアグネス機と青色を基調としたヒルダ機が登場しました。アグネス機に関しては福田監督曰く、もともとイザーク・ジュールが乗ることが想定されていたようです。そのためイザークのパーソナルカラーである白で塗装されていました。またアグネスが本機を受領した際に自分らしさを出すため目元に赤色のペイントを施したとされています。武装としてはまずゲルヌムと共通のビームライフル、多数装備されたビームサーベルがカッターのように回転する大型シールド、自攻防順、左腰にはフェロセカーレビームサーベルが装備されていました。右腕にはグフイグナイテッドと同じくスレイヤーウィップが装備されています。ただグフイグナイテッドのスレイヤーウィップの型式は MAM757 ですが、ギャンシュトロームのものは MAM767E なので改良されていると思われます。ちなみに
映画公開前に公開された設定画では、スレイヤーウィップの基部がついていないので、ネタバレ防止のため、わざと描かれていないのかもしれません。また、胸部には、トリデンティ3重心回転ビーム機銃が2門内蔵されています。小型のビームガトリング砲で、近接戦における射撃兵装として使用されていました。そして、腰部にはファルクス G7 ビームアックスが装備されています。元はザク系列機のスラッシュウィザード用の装備で、全対戦でイザークがスラッシュザクファントム登場時に使用する姿が印象的な兵装です。なお、本機はアグネス機が終盤で裏切り、ヒルダ機は最終決戦で使用されていないので、コンパスのモビルスーツとしては珍しくレールガンを装備していない機体となります。アグネス機は劇中冒頭からヤマト隊の一員としてオルドリン地区へ軍事介入を行うため出撃しました。深夜ルナマリアが民間人を守るように戦う中、アグネスはシールドのサーベルと胸部ガトリングを利用してブルーコスモスのモビルスーツを容赦なく撃破していました。そしてファウンデーションとの合同作戦では、自分を振ったキラーへの怒りからコンパスを裏切り、ビームアックスでライジングフリーダムの獅子を切り落としてとどめを刺そうとしました。しかし介入してきたズゴックによってバックパックが破壊されたことで、シバーに抱えられながら戦場から離脱しました。そして最終決戦ではバックパックを宇宙用の S 型に換装し、ルナマリアのインパルスと交戦。壮絶な絶戦の末、真への確かな愛を見せたルナのインパルスに右腕とバックパックを破壊され、推力を失ったことで墜落し、月面に不時着しました。ファウンデーション側に裏切ったアグネスがなぜコンパスで試験運用中だったギャンの宇宙用バックパックを用意できたかは不明ですが、もともとギャンシュトロームはザフト製なので急進派が用意したと考えられそうです。なお、小説版ではアグネスがファウンデーションに加わった後、ブラックナイツと会話するシーンが追加されており、あまり人間関係がうまくいっていない様子が描かれています。一方、ヒルダ機はファウンデーション王国の合同作戦の際、ヤマト隊と共に出撃しました。しかしファウンデーション軍の攻撃によって左腕を損傷。それでもジャスティスが大破して脱出したシンを救出するためルドラと交戦した際には、スレイヤーウィップをルドラに巻きつけて動きを止めた瞬間、ジャスティスの残骸へミサイルを放って爆破することでルドラの視界を撹乱。その隙にシンを回収して戦場から離脱することに成功するという起点の効いた活躍を見せています。こうしてヒルダ機は残存しましたが、修復への時間が足りないと判断されたのか、ヒルダがルナマリアのゲルググに乗り換えたため、最終決戦には使用されませんでした。ただ、この時ヒルダがすんなりゲルググに乗り換えることができたのも、ゲルググとギャンのコックピットがザクオーリアと共通していることの恩恵を受けていると思われます。余談ですが、ファウンデーションの謀略によってアークエンジェルを失った後、作戦会議をしている際に、なぜかアルバートは手持ちのモビルスーツはゼロと言っています。ルナマリアとゲルググメナースはミレニアムに収容されているので、モビルスーツはゼロではないはずなのですが、天才のアルバートがゼロということは、ルナマリア機は核の余波による損傷がひどかった可能性があります。とすると、モビルスーツ数にカウントされない状態のゲルググメナースで、ブラックナイツの技量を上回ったヒルダの能力が相当高いということになるのではないでしょうか。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。